遭難から42日目、サメを駆除する際に撃ち損じた槍を回収した。サメを3匹も駆除したから、今日は海を探索していこう。サメがいないと快適ですよね。ほんと。なんか優先的に必要なものはありますかね？粘土の在庫がゼロだから、あったら取ってほしいよ。よし、そうしよう。粘土って何に使うんですか？水筒を作ったり、あとはレンガを作れますね。それって、無人島でもレンガの家が建てられるってことですよね。ロマンよねー。レンガの家で朝日を眺めながらモーニングコーヒーとか飲みたいぜ。コーヒーなんてあったっけ？ナイス。だよねー。久々にタマカイもゲット。サメがいない海は穏やかだった。遭難から43日目、沈没船の探索。クラフトに使えそうな材料をいくつか入手した。夜中、久々に大豚を仕留める。散々ビスポーンを失敗して空を歩いていた豚もついに心を入れ替えたか。遭難から44日目、避難小屋の近くに焚き火台を作った。松明は燃料の補充ができないけど、焚き火なら葉っぱを足せるのでお得です。確かに明るさも申し分ないな。ついでにお肉も焼けるわ。いい感じなのだ。遭難から45日目、ぬこぬこ島へ出張。一泊し、いかだの拡張と荷造りをした。遭難から46日目、朝一で鶴丸島に帰還。サメの姿が見えたので槍を構えた。あんなサメ、見たことないぞ。ちょっと大きい気がしますね。追いかけてみようぜ。もっと近くで見てみたい。そうね。あ、後ろ。後ろ？どれどれ？これ本当にサメなんですかい？自信がナイジェリア、クジラとか？あんな背びれのついたクジラなんていましたっけ？やっぱサメだよな。喧嘩売ったらやばいやつなのでは？下からドンってされると、イカダひっくり返りそうですね。ゴーは、でっかいな。この巨大ザメとはいずれ決着をつけなくては。遭難から47日目、小豚の狩りに成功。豚肉が手に入るとちょっとテンション上がりけり。それじゃあ来週の建築に向けて枝を準備していこう。あいあいさ、目標は何本にする？ざっと300本は必要かと思うよ。ぬこぬこ島に残ってる分を全部入れても足りないかもですね。新たな島を開拓する必要がありそうだね。遭難から48日目、ぬこぬこ島を往復。建築に向けて丸太を運びまくった。遭難から49日目、ヘニャン島オプショナルツアーへようこそ。ペナン島？マレーシアのリゾート、ヘニャン島です。脱力系リゾートを目指して豚とカニに支配された大きな島となっております。豚とカニがいると脱力できない気がするんですけど。ずんだもんがいいことを言った。上陸後早々にカニと豚を駆除して安全を確保。目当ての丸太を切りまくった。遭難から50日目、木こり頑張るマン。切っては運び、また切っては運ぶ。遭難から51日目、鶴丸島に帰還。大豚の狩りに成功。うほー、またステーキですな。こりゃ楽しみですなー。物置に階段をつけ、屋根の上も使えるようにした。遭難から52日目、爆速でヘニャン島と鶴丸島を往復した。ただいま、サメたちよ。飾るなー。遭難から53日目、ヘニャン島に行き、伐採作業、そのまま宿泊。遭難から54日目、材料が揃ったので今夜加工して、明日は足場を組んでいきましょう。よろしく頼むよ。明日から岩山の上に家を建てる。準備は着々と進んでいた。遭難から56日目、現場監督、何ですかあれは。どう見ても足場ですけど何か？周りに木が多くて苦労したのだ。ちゃんと岩の上まで行けるようになってますから。では現場監督の私自らハンマーを振って信ぜよう。怪しげな祠とか、壊さなかっただろうね。正直不動産じゃあるまいしここにそんなものはありませんよ。落ちたらやばいところには柵を作っておこう。あなた落ちやすいですからね。変則的な足場はね、うっかり落ちそうで怖いです。
高い場所から落ちると怪我するので気をつけていきましょう。安全第一で。今回、岩山の上に家を建てることにした理由は、島全体を見渡せる場所が欲しかった。っていうのが最大の理由です。なんとかと煙は高いところが好き。っていう法則も多少関係しています。これだけ高ければ夕日も日の出も両方見えそうだしね。イカダで帰ってくる時にも、良い目印になるのではないかと。そうだね。ではどんどん作業を進めよう。頑張れー。今日も徹夜でしたな。遭難から57日目。完成した家を見てみよう。わーい。いやー楽しみ。はみ出してるんですけど。なんだあの欠陥住宅は。おかしい、こんなはずでは。現場監督。はみ出してるところを削りましょう。ああ、私の家が狭くなる。ここ削った方が視界も広がっていい感じになると思いますよ。ほんとですかー。ほら、下がよく見えるでしょ。そうかもー。いかがでしょうか？いいんじゃないですか？ひとまず岩に乗っかってる感が出てますね。もう少し離れて見てみましょう。合格ですね。ようやく家を持てました。見晴らしの良い場所に家が完成した。まだまだ冒険は続く。